ハロー YouTube、どうもしまぶーです。今回はマガジンのメンテナンスおよび相談数のリアルカウント化の作業動画になっています。東京マルイ MWS シリーズのマガジンは相談数が35発あります。この相談数35発から30発に変更します。サバイバルゲームでは1ゲーム10分前後の制限時間がありますが、相談数を減らすことによってゲーム中にマガジンチェンジをする機会が増えます。一見デメリットのように思えますが、電動ガンに使われているマガジンなどでは82発から300発の相談数があり、一度もマガジン交換をすることもなくゲームが終わってしまいます。敵の圧倒的な火力の前に生き残るため無我夢中で撃ちまくり、弾切れで我に返る、そんなロマンあふれる戦闘が好きな方におすすめのカスタムになっています。もちろんデメリットもあって、シチュエーションによっては弾が不足したり、それを補うためマガジン追加による重量増が挙げられます。ってことで今回新しくマガジンを2つ購入しました。前回のサバイバルゲーム中に蛍光弾数が足りなかったので追加しました。マルイのマガジンは1つの重量が約 470g と、弾をフル装填した本物のマガジン重量を再現しています。 470g×7 個なのでマガジンだけで 3290g の重量になります。他の装備と合わせると相当な重量になりますが、そこはロマンでカバーします。作業に入っていきますが、マガジンにはスプリングや小さいパーツもあります。分解の際に飛ぶこともありますので、部屋の片付けをしておきましょう。それでは作業を始めます。はじめに六角レンチを使います。サイズは 1.6mm です。マガジン底部にあるネジ2箇所を緩めていきます。ネジを緩める際には左回りで回します。2本目のネジを外すときにはスプリングの力で底蓋が飛ばないように押さえながら緩めます。両手でゆっくり底蓋を開けます。何も飛ばすことなく開けることができました。内部にはフォロワーが残っています。たまにポロッと取れるのですが、スプリングのテンションがかかっているので結束バンドなんかで押し出すと取れます。表裏があるので取り出した際に方向を確認しておきましょう。とても小さなスプリングがついているので紛失に注意です。さて、ここからが本番です。ここで使うのは ABS パイプ 6mm を使います。ホームセンターで購入したものになります。加工しやすく、スプリングのテンションで潰れなければ身の回りのものが使えます。使い方としては、この丸パイプでスプリングガイドをかさ上げして相談数を減らします。現在リアルカウントで使っているマガジンが 16mm の丸パイプで31発、そこから1発抜いて30発で運用していました。というのもマックス30発しか入らないマガジンにギチギチに30発を装填すると弾が潰れたり、プラスチックのマガジンリップに無理な力がかかります。つまり1発分の遊びが欲しかったわけです。ですが1発抜くのが結構面倒だったので 30.5 発入るようなイメージで今回相談数を詰めていきます。相談数30発 0.5 発の遊びを探っていきます。今切り出した長さが 19.6mm でしたが、最適な長さは 18mm でした。続いてスプリングガイドの角を4箇所と左右の2面を切っていきます。底部の四角い穴の中に通るように一回り小さくします。右上は当てがっているだけで、組み込む際は凸側を下向きに入れます。こんな感じにできました。少しきつかったので左右の面をこの後少し削っています。続いてフォロワーを戻していきます。フォロワーには表裏があり、リップ側を表にして挿入します。スプリングを縮ませながら押し込むのですが、爪がないのでできません。
なのでドライバーなどで押し込みながら入れます。次にスプリングを入れますが、こちらも前後方向があります。先端が小さい方を先に入れます。大きい方は底蓋側です。よく観察してから入れましょう。次に先ほど小さくしたスプリングガイドを入れます。そのためにドライバーをスプリングに挿してガイドとして使います。スプリングが変な方向に曲がらないように両手で支えながら徐々に入れていきます。左手でスプリングを押さえながらスプリングガイドを入れます。続いて 18mm の丸パイプを入れます。底蓋を取り付けますが、丸パイプが底蓋の台座のくぼみに乗るように蓋を閉じます。確認ができたら蓋を閉じ、ネジを締めて完成です。次に相談数を確認してみましょう。これが遊びのないギチギチに詰めた30発です。これが 0.5 発分の遊びのある30発です。純正ローダーで相談数の確認をしていきます。黒いラインが標準の35発、黄色いラインがリアルカウントの30発です。このように30発の弾を装填することができました。遊びもあって弾が沈み込んでいますが、しかし31発目が入ってはいけません。どうやら31発目は入りそうにありません。これで30発仕様のリアルカウントマガジンが完成しました。冒頭ではカッターを使用していましたが、材質が硬く危なく感じたので、切り出しにはパイプカッターを使用。サイズ調整にはサンドペーパーを使いました。バリ取りにはカッターを使用しています。作業中は怪我のないよう十分に注意しましょう。続いてメンテナンス編です。使うものは六角レンチ 1.6mm、 ティッシュペーパーとクリーニングロッド、シリコンスプレーです。適当なサイズに切ったティッシュペーパーをクリーニングロッドに巻きます。次にシリコンスプレーを注入。クリーニングロッドで内壁をこすって清掃します。この個体は綺麗でしたが、新品で汚れているものもありました。分解ついでに清掃すると気持ちよく使えます。次にリップ部分、ガスケット部分に注油します。少し湿らす程度で良いのでティッシュペーパーで拭き取ります。次にフォロワーも注油します。表裏に軽く吹きかけます。スプリングガイド、スプリングにも同じようにします。あとはティッシュペーパーで拭き取り組み立てます。表裏の方向を確認。フォロワーのレバーを押しながら挿入。スプリングの先端が細い側を先に入れ、ドライバーをガイドにしながらスプリングを挿入。指で押さえつつスプリングガイドを入れ、18mm のスペーサーを入れます。底蓋の溝にスペーサーが入るように閉じて、ネジを2つ締めたら完成です。比較的簡単なリアルカウント化メンテナンス作業の紹介でした。
これで愛着が湧くこと間違いなし。あなたもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。サンキュー。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。